どうもアンオフィシャルの GO です。スクイットです。今回ですね、公式からなんとプレビューカードをいただきまして、その紹介とアウトサイダーズそのものっていうのも、意外と日本の方どんなものか把握してないっていう可能性もあるなと思って、その説明を兼ねて喋っていきたいと思います。でまずアンオフィシャルの普段の活動なんですけども、一番今のところウェイトが大きいのは大会イベントの運営っていうところですね。3月12日アンオフィシャルチャンピオンシップを開催します。すでにですねこの大会埋まってしまってるんですけども、48名でかつ競技レベルも高い適応度で開催します。商品もかなり豪華なものになっているので、もし万が一直前に空きが出たらぜひ参加してみてください。であとはですね、国内最大手のディスコードサーバーの運営、Twitter での情報の発信、YouTube での情報の発信というところでやらせてもらってます。でアウトサイダーズなんですけども、今までとはちょっと違った雰囲気のセットで、舞台も初めてかな、ピットをフィーチャーするっていうのは。で、チラ見せじゃないですけど、ダイナフシーで出てた荒国が再度登場する。で、追加のアサシンであるウズーリ、そしてレンジャーであるリップタイド。なかなかビジュアル的にもですね、好き嫌いは分かれそうだけど、今のところは肯定的な意見が多いかな。このキービジュアルでもですね、3人が並んでなんかよくわからんばかしてるとアメリカンな感じのね、キービジュアルなんですけど、ちょっと細かくスペック見ていきましょうか。でアウトサイダーズの概要なんですけども、収録されてるクラス自体は3種。今回は忍者とレンジャーとアサシンがフィーチャーされてる。対してですね、収録ヒーローは6人っていう、初めての多さですよね。でそのうち完全新規が2人、リップタイドとウズーリですね。他は再録もしくはヤングで名前が変わってるから、多分効果も変わってるのかな。それも新規って数えていいでしょうね。やっとしたら荒国のヤングを新規と数えるなら3人っていう扱いになるのかな。で特徴的なのがハイブリッドカードですよね。今までなかったジェネリックっていうどのクラスでも使えるカードはあったんだけども、今回レンジャーとアサシンで使えるカードっていうのがすでに公開されてる。これはリミテッドっていうのを、少しやりやすくするっていうのもあるし、実際構築においても何らか影響が出てくるんじゃないかなというところですね。で一つ大きな違いが、言語が英語とスペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語で展開される。これ通常セットでは初めてなんで、今後もこの流れが続いていって、2024年からはね、日本語もどんどん出ていってくれると期待したいところですね。で細かくですね仕様を見ていくと、まず239種類のカードが収録されている。でパックの仕様は変わらず16枚のカードが入っていて、ワンボックスには24パックで、1ケースには4ボックス。ここはあまり変わらないですね。で、レアリティが、コールドフォイルが24パックに1枚ということで、1ボックスに1枚はコールドフォイルが入ってるであろうと。で、レインボーフォイルはパックに1枚。で、レア以上がパックに1枚から2枚入ってると。で、コモンは11枚から12枚。トークンが2枚入ってる。ここら辺はアップライジングとそう変わらない仕様かなと思います。でセットの収録内容の細かいところを見ていくと、フェイブルドが1枚、これは恒例ですね。いつも通りっていう感じなんですけど、なんていうんですかね、ジェムが入ってるのか、それとも何やったっけ、ランドマーク。そうランドマークが入ってるのかっていうのはちょっと開けてみてのお楽しみっていうところなんですが、個人的にはランドマーク入っててくれた方があんまり買わなくていいからいいかなってなんか変にジェネリックのジェムとか出たらね、ジェネリックのジェムはちょっと怪しいよね。ちょっと出たら買わなあかん可能性があるから、アサシンのジェムで勘弁しておいてください。アサシンのジェムやったらいいでしょなんかアサシンのジェムってちょっとピンとけえへんけどね。ジェムが来るのかランドマークが来るのかっていうのは結構気になるところですね。であと一つちょっと気になってるのが、レジェンダリーが5種、各クラスに1枚プラスジェネリックで1枚だとしたら4っていうところで、この1枚がどこに入ってるのかっていうのがちょっと気になってるところ。もしかするとデュアルクラスの可能性はあるかな。シングルクラスのカードが3枚とデュアルクラス2枚とかなるほどっていうのがあるのかもしれないし、もしかするとやっぱりジェネリックにレジェンダリー入ってた方がいいよねっていう商品的な思惑があるんだったら、ジェネリック1枚とデュアルクラス1個とかっていうのがあり得るのかなと。でマジェスティック31枚とかレア51枚とかっていうのは特別、見るものはないかなというところなんですが、あとはマーベルっていうレアリティが3種類1枚公開されてますね。1枚公開されてるから、ここは今の流れでいくとデュアルクラスのカードが収録されていく形になるのかなとは思ってる。で今回特徴的な点が、ブリッツデッキが6種類全ヒーローにつき出てくれるっていうところで、ここから始めるっていうのが分かりやすいかなというところですよね。今まで結構3種類なら3種類のヒーローだけだったんだけど、今回6種類出て、かつって言ってしまった
カツカツとかねとかベンジとかアザレアとかっていう今までブリッツデッキがなかったヒーローもあるんで、忍者始めてみたいとかレンジャー始めてみたいっていう人はこのブリッツデッキプラスっていうところから始めてみてもいいのかなっていうところですね。スケート君個人的に注目してるところとしては、僕はすでにベンジのデッキ持ってるから、そこにの強化パーツとかに期待なんと、あとは個人的には荒国の新しいのがどういう効果かなっていう。そうやね。荒国の効果っていうのはちょっと気になるね。うん、個人的な祈りとしてはどうかコントラクトのことを忘れないでほしい。アウトサイダーズの収録カードの細かいところを見ていくと、ハイブリッドカード、さっきから話に出てるように複数クラスで採用できるカードで、レアティマーベルが今見えてるようにスケッチ風のイラストで、これどういう仕様なのか気になるので、これ光らしてもあんまり映えへんよね。ノンフォイルはノンフォイルで結構これはこれでかっこいいと思うから。そうやね。むしろ僕はノンフォイル期待するけど、これ光らせるって言われてもね、ちょっとどういう仕様になるんかは分かれへんけど、コールドフォイルっぽい仕様にはしてほしくはないかなっていうような気はするよね。で、キーワードステルス。ステルス自体は何も効果がない。ただ、ステルスを参照するカードがあるっていうところですね。今見えてるところで言うと。プラストラップも今後そういう扱いになるよね。トラップそのものはカードタイプだけになって、アウトサイダーズより前に出てたトラップっていうのはアーセナルからしかプレイできないっていう効果がカードテキストとして追加されるっていうエラットが入るんよね。それにしても見えてるこのトラップはなかなか強い。ちょっとぶっ飛んでますよね。スペシャリゼーションなんで、CG とかっていうと1枚しか入らないんで、そんなにっていうところですけど、ブリッツでね結構引けるってなるとどういう影響が出るのか。ライフが少ないんでね、その分耐えるのが難しい。活用できるかどうかっていうのは何とも言えないけど、この効果自体はかなり派手。未だかつてないね強力な効果であるっていうのは間違いないかな。で、ここから先がお楽しみの新カードなんですけど、一番最初はベンジ君知ってる人出てきましたね。知ってる人ですね。何も効果も変わってないし、いつも通りのベンジ君なんですけど、今回忍者のカードが追加されるっていうことで、何らかブリッツでのポジションを再度確立してくれるかもしれない。今ちょっと立ち位置悪いんでね。そうやね。マスオブパウシングリンクスが禁止されてからね、ちょっと爆発力が、巻き添えなんですけど下がっちゃったっていうところ。今回の追加カードでどれだけ生きてくるかっていうところなんですけど、次の収録カードがツインツイスター。また見たことあるやつですね。また知ってるからですね。ツインツイスターの効果を説明すると、下の効果から1つ選ぶ。これがヒットした時、このコンバットチェインの次の攻撃がプラス1を得るか、ツインツイスターそのものがプラス1を得るのどちらかっていう効果ですね。これ自体は良くもなく悪くもなくっていうところだったんですけど、これが生きる効果がですね、次のカードで確認できると。知らんカード来ましたね。知らんカード、やっと知らんカード来ましたね。バックヒールキックコンボ。ツインツイスターがこのコンバットチェインの最後の攻撃であった場合、バックヒールキックがアタックバリューを得る場合、代わりにプラス1された数値を得るという効果ですね。当然ながらツインツイスターとめちゃくちゃ相性がいいと。突然5点の攻撃が飛んでくる。あるいはベンジっていうところで見てみると、黄色のツインツイスター当然ヒットすると。で、黄色のバックヒールキック、ベンジとツインツイスターと趣向で3点上がるところ6点上がるよ。これゼロコストから6点出るっていうのはラハバブラストよりも効率いいからかなりいいかもね。で、嬉しい右下さん。そうやね。正直3あったからといってベンジでブロックしてる余力があるかどうかはっていうのはあるね。ない。究極困った時に嬉しいよねってだけ。そうやね。延命はできる。延命はできる。ベンジ少ない程度の枚数からでも爆発する可能性自体はあるんかな。今まであんまりね右下3っていうのがなかったから嬉しいのは嬉しいね。ないよりはマシ。で、次が目玉ですね。手裏剣。シルバーウィンド手裏剣。で、今まで忍者のアイテムってなかったんですけど、今回忍者アクション。手裏剣アイテム。なかなかですよね。効果はアタックリアクションでコンボ持ちのカードにプラス1するっていうだけのシンプルなものなんですけど、この効果って結構いやらしくて、見えてるところからプラス1乗せられるっていうのは、相手としてヒットしたくない攻撃、ヒットさせたくない攻撃があるとしたら、カードを2枚切ってでもディフェンスしなければいけない。で、こっちは逆に相手が2枚切ってきたところを見て、じゃあ手裏剣使えませんっていうような動きができるんで、どんどん手裏剣自体をスタックして、最終的に当てたい攻撃に残しておくこともできるというところですよね。で、我々のカード公開される前に、すでに公開されてるんですけど、かなり強力なコンボ持ちカード、ディスオーナー、特定のヒーローにヒットすると、そのまま勝ちかねないぐらいの勢いのカードなんですけど、それを当てる役にも
立つのかなというところですよね。でショートの方を見ていただきたいんですけど、なんとこのカードアイテムなんでコールドフォイルがあるんですよね。めっちゃかっこいいですね。そう絵面ちょっと地味かなと思ってたんですけど、コールドフォイルになると手裏剣全部光っててめっちゃかっこいい。ぜひちょっとね忍者使いの人には使い方を模索してもらって、アタックリアクションやからベンジとかの場合リアクションで上げればもうブロックされへんもんで、ブロックとか、ディフェンスリアクションはいかれるかもしれへんけどディフェンスは乗せられへんから相性悪くはないよね。でさっきのバックヒールキックもう手裏剣で2倍上がる。何が一番いいってリアクション打つのに手札がいらんのですよね。そうやな。決めに行くときに手札を使わずに打点が上がるっていうのは結構いやらしい。そうやね、見えてるけど追加のアーセナルみたいな感じでいけるっていうことだもんね、うんうんうんそれは偉い。青やしね。そう究極青。そうただ究極っていう話をするならアイテムっていうところがわざわざして防御値持ってないっていうのもこれはなかなかね手札でスタックされるとこれだけで死にかねへんっていうところの弱点はあるかなというところですね。で、相性がいいカードでいくとウェルミングガストウェーブ、これヒットさせたくないっていうところで手裏剣と相性がいいかもね。ヒットしたらドローっていうのを見せておいて、手裏剣も見えてると、相手カード2枚使うしかないっていうか、使う選択肢が出てくるところで、2枚使ってきたらじゃあ手裏剣切りませんというような動きができると。でさらに今回ウェルミングガストウェーブ参照するコンボ持ちのカードも出てきて、これが相当強い、効果細かく、長いんでね別のところで見てもらうとして、この流れで使っていけると。でこのディソーナーも確かこの新録カード参照してるよね、ちょっとワクワクしてきますね。で、当然ながらツインツイスターさっきは赤見えてたんですけど、ベンジ的には黄色使いたいですよね。2点だったら防御できひんから絶対次1点乗せれて、バックヒールキックプラスに絶対されるっていうね。ツインツイスター黄色からいくとこれがヒットしたなら、次1点増えるじゃないですか。でベンチでもう1点増える、そして腕掃除がタイガーストライプ志向ならもう1点増える。強すぎ。ゼロコス8点はやばいで、ラーマブラスト以上やん。ぶっ飛んでますね。なんで05やろ、8点で手裏剣もあるともう2点、手裏剣2枚だともう2点、エンパワーメントまで打ってもう2点夢ありますよね。 OTK ベンジまたあるんじゃないですか。ちょっとその今までの横に並べる形じゃない感じの、ツインツイスターからヒールキックにつなげる感じは結構一向の余地あり、ほんまに僕はちょっと組みたいなと思いますね。だからツインツイスターの青でもいいわけやん。青と黄色積んで4枚で、バックヒールキックは、極論赤でもの打点が出るからさ、6枚詰めるって考えたらデッキの4分の1関係パーツ締めるって考えたら再現性結構あるんじゃないかなと思うけどね。あと今日公開されたカードでツインツイスターズになるカードがあるんで、そっか、そう考えるとプラス1バフはいられへんけど後ろにつなげれるっていう。そうやね、手裏剣とか乗せたりとか、いろんな動きができるから、最高打点っていうとやっぱツインツイスター絡みになってくるけど、十分な打点が出せる、1発目ポンと通して2発目高さ出す、結構面白そうなデッキになりますよね。そんな感じで忍者のカードねいっぱい公開させてもらって夢は広がるばかりですけど、あとですね、この動画の直前に Go Again Gaming っていうところがおそらくレンジャーを公開してる。ぜひですね概要欄から飛んで見てもらったらいいのかなと思います。Go Again Gaming はイギリスのアズっていう人がやってるチャンネルなんですけど、名前の通りって言ったらいいのか何なのか分からないですけど、アザレア愛好家でずっとレンジャーのプレビューをしてる。で動画の編集がめちゃくちゃ凝ってるっていうのとダンディーなヒゲと髪型が特徴ですねそう我々の大事な友人でもあるんで、ぜひ見てみてあげてください。でチャンネル登録もしてあげてくださいね。もちろんうちらのチャンネル登録もしてほしい。集中してプレビューカード公開されてるんで、ファブラリーから参照していろんなものを見てみたらいいのかなと思いますね。じゃあまた今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。